こんにちは、ハーリーです。今日は銀座にある美味しいとんかつ屋さん5選をご紹介します。とんかつは熱々サクサクの食感と豚肉の旨味がたまらない和食の大人気メニューですよね。ただ、家で作ると油でベトベトになるので、揚げ物は外食と決めている人も多いんじゃないでしょうか。今日はとんかつの名店がたくさんある銀座の中でも特におすすめのお店を5つご紹介します。銀座にいる時はもちろん、わざわざ銀座に足を運んででも食べたいお店をご紹介するので、今日も最後まで期待してみてください。僕のチャンネルでは、池袋、銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店や、極上の温泉宿、高級ホテルをご紹介しているので、食べるのが好き、旅行が好きという人は、チャンネル登録してくれるとすごく嬉しいです。今日ご紹介する5つのお店の場所はこちらになります。それでは早速参りましょう。1つ目のお店はとんかつ青木さんです。新橋駅と銀座駅の間にあります。青木は東京の美味しいとんかつといえばまずはここという名店です。蒲田や大門にもお店がありますね。店内はカウンター5席とテーブルが4つあります。お客さんは30代から60代と幅広い年齢層の1人とか2人で来ている人が多いですね。男女比は男性8対女性2くらいなんですけど、女性のお一人様もいます。メニューはこちらです。初めての人にはヒレもロースも楽しめるハーフ&ハーフカツ定食がおすすめです。平日ランチでお得に食べるならランチロースカツ定食もいいですね。ちなみにテイクアウトメニューはこちらです。Uber Eats にも対応しているので、ひっきりなしに注文が入っていましたね。こちらが、ヒレカツとロースカツを両方楽しめる、ハーフ&ハーフカツ定食です。豚肉の脂が断面に浮き出していて、見た目も美しいですよね。青木は、千葉県産の有名な豚肉である、林 SPF を使っています。ロースは、赤身は柔らかく、脂身は癖のない上品な味わいです。お肉そのものの甘みがよく感じられるので、塩かそのままでいただくのがおすすめですね。ヒレはサクッと軽い食感の衣に包まれていて、本当に柔らかいです。繊維のほどける食感、さらに臭みのなくお肉の旨味が感じられて、すごく美味しいですね。ロースよりもあっさりとしているので、あっさり好きな人にはヒレの方がおすすめです。確かに美味しいとんかつ屋さんは他にもたくさんあって、正直青木さんよりも美味しいお店もあると思います。ただ、この美味しさのとんかつをこの価格で食べられて、しかも予約もいらないお店というのは青木さんならではなので、総合的に見てナンバーワンのお店ですね。2つ目のお店は銀座勝上さんです。銀座駅 B3 出口からすぐのところにあります。勝上は様々な部位のとんかつをコースでいただける女性にも大人気の名店です。とんかつでコースって思うかもしれないんですけど、豚肉をはじめとしていろんなところにこだわっていて、今日ご紹介する中でも僕が一番感動したお店です。店内はカウンター9席とテーブルが1つあります。お客さんは20代後半から60代と幅広い年齢層の2人で来ている人が多いですね。理由は後でご紹介するんですけど、とんかつ店なのに女性が多いのも特徴です。ランチメニューはコースのみで4種類あります。皆さんに分かりやすくなるように僕の方で表にまとめてみました。A コースは平日ランチのみ注文できて、とんかつ4種とご飯、お味噌汁、お新香、キャベツがセットになっています。B コース、チョイスコース、東京 X コースは豚肉のピリ辛山椒煮、またはかき氷がついて、それぞれカツの種類や量が違います。どれにすればいいのかわからないという人は B コースにするのがおすすめですよ。ちなみにカレーライスなどの追加料理もあります。ドリンクメニューはこんな感じですね。さあ、まずはビールで乾杯です。グラスがちゃんと冷えていて、泡のきめ細かさもすごくいい感じですね。こういうところにも手を抜いていないのが名店の証だと思います。ランチの時間でもお酒を頼んでいる人が多いですね。最初に
キャベツとお新香が出てきます。黒いお皿が生姜の味噌漬けと大根のハリハリ漬け。赤いお皿が白菜の浅漬けです。キャベツのドレッシングは、人参、玉ねぎをベースとした自家製のフレンチドレッシングです。自家製フレンチドレッシングは、野菜の甘みがよーく感じられて美味しいですね。生姜の味噌漬け、大根のハリハリ漬け、白菜の浅漬けもまるで日本料理店のように上品な味です。塩気があってお酒によく合うので、確かに昼からでもビールを飲みたくなりますね。続いてご飯とお味噌汁が出てきます。ご飯は北海道産ゆめピリカの特別栽培米であるスラヌキを使っていて、お味噌汁は江戸甘味噌を使ったなめこのお味噌汁です。この大きくてツヤのあるご飯を見てください。ご飯だけでも見た目から美しいですよね。もちろんお味も甘みがあってすごく美味しいです。なめこのお味噌汁も上品な味わいですね。さあ、お待ちかね。ここからが絶品のとんかつたちの登場です。とんかつはおすすめの食べ方とともに一品ずつ切り立てのものを提供してくれます。一品目はヒレ肉です。これ見てください。肉汁がきれいに浮いてますね。おすすめされた通り、肉汁を吸ってみると、豚本来の風味がふんわりと感じられます。とんかつで肉汁を吸うなんて経験は僕はなかったので、すごく感動しましたね。お肉は柔らかくて本当に美味しいです。ちなみに、ソース類は醤油ベースの辛口ソース、野菜ベースの甘口ソース、からし、塩があるんですけど、お肉の質が最高なので、僕はそのまま食べるのが一番美味しいと思います。二品目はリブロースです。まるでミルフィーユのように綺麗な層になっていますよね。おすすめされた通り、油の部分だけでいただくと甘さをよーく感じられます。赤身もきめ細かくて上質ですね。三品目は肩ロースです。豚の部位で一番味が強いと言われているだけあって、パンチのある味ですね。歯ごたえのある肩ロースは適度な脂があって、噛めば噛むほど旨味が広がります。4品目は内ももです。今までのお肉とは違って、すごく爽やかな香りがします。お味はさっぱりとしていて、今までとはまた違った美味しさですね。最後はメンチカツです。カツカメのメンチカツはほとんど玉ねぎと豚肉だけで作られています。甘さがよーく引き出された玉ねぎと甘さと旨味があるひき肉がコラボレートして最高に美味しいです。シャキシャキ食感のある玉ねぎと溢れ出す肉汁もたまらないですね。かき氷はいちごミルク、マンゴーミルク、ミルクティー、カフェラテ、抹茶、メロンミルクの6種類の中から選べます。僕はマンゴーミルクを選びました。シロップは自家製ですっごく美味しいですね。最後に温かいほうじ茶を出してくれます。ほうじ茶は日本橋にある有名なほうじ茶専門店の森の園のものを使っています。本当に全てのものにこだわっていますね。カツカメはお客さんの食べているペースを見て一番美味しいタイミングでとんかつを提供してくれます。とんかつ好きなんだけど友達と喋りながらゆっくりと食べてたら最後の方は冷めてしまったなんて経験ないですか？カツカミなら絶対にそんなことはないです。一種類のお肉をがっつりではなく様々な種類のお肉を少しずつ友達と話しながらゆっくりといただけるからこそ女性にも大人気のお店ですね。本当に美味しくて素敵なお店なので家族にもぜひ紹介したいお店です。大人気店なので予約は必須なんですけど人生で一度は行っておきたい名店ですよ。3つ目のお店は今勝さんです。歌舞伎座の隣にありますね。今勝は絶品のささみカツが名物のお店です。店内はテーブル席の他に座敷席もあって結構広々としています。お客さんは30代から60代の
お一人様からグループまでいろんな人がいますね。男女比は6対4ぐらいで、女性のお一人様もいます。メニューは QR コードを読み取って確認するスタイルです。いろんなメニューがあるんですけど、せっかく今カツに来たなら、名物のささみカツ膳がおすすめです。ご飯は白米、または雑穀から選べて、2杯目以降は白米になるんですけど、ご飯とキャベツはおかわり無料になっています。こちらが今カツ名物のささみカツ膳です。ささみカツはありえないくらいしっとり柔らかとしています。肉質がとてもきめ細かくてパサつきが全くないですね。肝心のお味はあっさりしつつも噛むと鶏の旨味がしっかりと感じられます。確かにこれは今カツでしか味わえない唯一無二のグルメですね。ちなみにお昼時は11時45分くらいまでなら待たずに入れますよ。4つ目の店はとんかつ富士さんです。銀座駅と新橋駅の間にあります。とんかつ富士は限定15食の600円でいただけるコスパ抜群定食が有名なお店です。店内はカウンター7席とテーブルが2択あります。お客さんは40代から60代のお一人様が多いですね。男女比はやや男性が多いくらいで、女性のお一人様もいます。メニューはこちらです。もちろん普通のとんかつも人気なんですけど、せっかく富士山に来たならコスパ抜群の魚フライ定食、またはミックス定食がおすすめです。魚フライは11時30分から、ミックスフライは1時から限定15食です。こちらが11時半から限定15食の魚フライ定食です。アジ、キス、鮭、白身魚が乗っています。銀座という高級な場所でこの量で600円ってすごいですよね。お味の方はもちろん1000円超えのランチにはかなわないものの、600円でこのクオリティはすごいという味です。かなりお得なランチなんですけど、とんかつなど他のメニューもかなり人気なので、意外と12時ぐらいに行っても食べられます。ただ、待つのが嫌な人は11時半に行くのがおすすめですよ。最後のお店はあけぼのさんです。有楽町駅直結の交通会館の地下1階にあります。あけぼのはカツ丼が有名なお店なんですけど、とんかつもすごく美味しいお店です。店内はカウンターのみの10席です。お客さんは30代から50代のお一人様サラリーマンが多いですね。男女比は8対2くらいなんですけど、女性のお一人様もいます。メニューはこちらです。一番人気はカツ丼なんですけど、とんかつ定食やサービス定食も人気ですね。こちらがとんかつ定食です。有楽町駅直結という立地で1000円でこの量っていうのはすごいですよね。あけぼのといえばカツ丼が有名なんですけど、とんかつもすごく美味しいです。あけぼのは美味しいカツ丼やとんかつもいいんですけど、何よりもいいのはすごく気持ちのいい接客です。お店の方たちの笑顔と気持ちのこもった温かい接客は本当にほっこりして、午後からも頑張ろうと思いますよ。ぜひ行ってみてください。今日は銀座にある美味しいとんかつ5選をご紹介しました。皆さんの気になるお店はありましたか？最後に僕のおすすめのシーンをご紹介します。味、価格、入りやすさという総合力で見てハーリー一押しのお店に行くならとんかつ青木さん。素材や提供スピードにもこだわった本当にいいとんかつをリーズナブルに食べたいなら銀座かつかみさん。ヘルシーで絶品のささみカツを味わうなら今かつさん。600円という価格破壊のお得なランチを味わうならとんかつ富士山。美味しいカツ丼やとんかつとともに素晴らしい接客で元気をもらうならあけぼのさんがおすすめです。ぜひ行ってみてください。これからもおすすめのお店を上げていくのでチャンネル登録してくれるとすごく嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次のお店で。